皆様こんにちは、えきょうです。今回は精進だしを取った後の昆布と干し椎茸を使って佃煮を作っていきます。これは私が永平寺にて授業中の頃、ばっちゃんと言われている従業員さんから教えていただいたものです。ある日、昆布と椎茸を捨てようとした時に、ばっちゃんから捨てないでと、ラップでくるんで冷凍庫に保存しといてと言われました。その時はまた出汁を取るから保存しておくのかなと思いましたが、一度出汁を取った昆布と椎茸からはまた同じように美味しい出汁を生み出すことができません。月日が経ち、冷凍保存した昆布と椎茸の出汁殻が増えてきた頃です。その日の献立に昆布と椎茸の佃煮が出てきました。それを見たときにこれかと思いました。すぐにばっちゃんに作り方を聞きメモをし、そして月日が経ち、このように動画にいたしました。話が長くなりましたが、まずは昆布と椎茸を食べやすい大きさに切ってあげます。次に冷蔵保存していた焼き昆布だしを使います。使う調味料は醤油、みりん、砂糖、そして後でまた酢を使います。醤油 100ml、 そして本みりん 100ml、 最後に砂糖大さじ2杯入れております。もう少し甘めがいいよということでしたら、みりんと砂糖を好みで増やしていただいても大丈夫です。合わせた液を先ほどの昆布と椎茸の鍋に入れてあげます。次に焼き昆布だしです。焼き昆布だしは 300ml 入れてあげます。調味料の比率でいきますと1対1対3となります。今回真っ黒な焼き昆布だしを使った理由としては、佃煮が黒いからです。それだけです。それでは調味料が合わさったら加熱していきます。まずは沸騰するまで強火で、その後ふつふつとする程度に火加減を弱め、落とし蓋をしてあげます。ここで一つ隠し調味料、蜂蜜のまろやかさを加えてあります。一増しぐらいです。そして続きまして、先ほど出てきましたお酢の成分で昆布を柔らかくしてくれます。約20分ぐらいで結構煮詰まりましたので、これぐらいで引き上げてあげます。もう少し濃くしたいなということでしたら、もう少し煮詰めていただいても大丈夫かなと思います。それでは盛り付けをしていきましょう。出汁を取った後の昆布や椎茸も捨てずに美味しくいただく、そうした工夫が日々の料理を豊かにしてくれます。盛り付けた後は最後にすりごまを吸ってあげると、よりごまの香りが引き立ち、美味しくいただくことができます。いただきます。まず昆布からいただきます。悪くないんじゃないでしょうか。ただちょっと今回の分量ですと醤油が少し多かったかなと思いますので、先ほど醤油は 100g 入れましたが、 100ml ですね、 100ml 入れましたが、これ 50ml でも大丈夫です。では次、椎茸いただきます。うまい、うまい、うまい、うまい。でもちょっと辛い。ちょっと辛いな。なんでこんな辛いんだっていうぐらい、やっぱ醤油の辛みだと思いますけど、
まあでも悪くない悪くない。いかがだったでしょうか。今回だしで使いました昆布と椎茸を有効活用して佃煮を作ってみました。基本的にはだしで使った昆布や椎茸のだし殻というものは捨ててしまうということが多いですけれど、このように醤油や砂糖、みりんなどで甘辛く煮詰めてあげることで、また美味しくいただくことができます。私が永平寺に修行中の頃、天蔵老師が大根の葉っぱだから粗末に扱うのではなく、松茸だからといって大事に扱うのではない、どちらも同じ心を持って使ってあげる、扱ってあげる、その心が人間社会でも差別しない心につながると、私の修行中の伝蔵老師がおっしゃっておりました。今回作った佃煮も同じです。昆布の出し殻、椎茸の出し殻だからといって捨てるのではなく、このように大切に扱ってあげる、そして美味しく仕上げてあげるというのが精進料理として大事な部分となってきます。ぜひ皆様もこの心を持って精進してみてください。それでは次回の料理でお会いいたしましょう。えきょうでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。今回作った佃煮ですが、ご飯やお茶漬けと一緒に食べると辛みも抑えられて美味しくいただくことができました。それでは。